松田さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日はですね、前紹介したアフィラムに、高芽ができたのを、秋に植え替えをしたのと、まだ高芽が残ってるのがあったんですよね。それを板付けと流木付けを作ってみたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。もう去年高芽が出て、また今年も新しい高芽の状態で新しいバルブが出てきたんで、早めにつけないと本体も弱るっていうことで、ちょっと秋につけたのがあるんでちょっとお見せしますけど、秋につけたのはですね、同じような高芽で、こういうふうにもう新しいバルブが出てきたんですね。これ植えなかったんで本当はこういう風になっている予定なんですけど、これをですねまだ遅れても大丈夫ですんで、今ちょっとつけてみたいと思います。はい。流木につける場合、まず、灰苔で小さい苔玉を作ります。灰苔ですね。こういう形でちょっと部分的に切って、でこれにバルブを高芽をつけていきますね。でもこの新しいバルブがありますから、はい、これを傷めないようにちょっと気をつけます。ちょっと束ねますね。はい、こういう形でちょっと束ねます。束ねて、でこれをですね苔でくるんでいくんです。で新しいバルブを傷つけないようにこの黒い糸で巻いていきますね。で糸の端っこを持って親指で押さえます。押さえてくるくる回していきます。くるくる回してと、新しいバルブが出たとこをちょっと気をつけながら、そこを巻き込まないようにしながら、ちょっと今黒い糸を巻いています。はい、これでだいたい安定しましたんで、これで切ります。切ってからこの端っこをピンセットで持って入れ込んだらですね、これでも出てこないんで、これであとですねちょっと出てる部分をカットしていきます。はみ出てる部分をカットですね。でこれをですね、流木ですね、もうちょっと釣り手を作りました。こんな感じですね。でこれに添えていきます。こんな感じで作っていきます。でアフィラムは結構根の活着がいいんですよ。流木なんかに結構根が絡んでくるから、アルミ線で2箇所ほど留めていきます。アルミ線で2箇所ですね、上の方と下の方を2箇所を留めていきます。これはですね、根がですね、着生したらもう切ってもいいですからね。でこうやってねじ込んでいきます。
じ込んで、これで安定しましたんで、新しいバルブも上に乗っかってるっていう形ですね。はい、でこれで出ている部分をカットしていきます。カットしてこれを押さえ込んだらもう安全ですね。これで痛くありません。でこんな感じですね。将来的にはですね、これに根が回ってここからバルブがこう垂れ下がってくるんですよね。あんまり大きい今回流木じゃなくてこういうふうにしたのはですね、結局根の張る部分をしっかりしていれば、あとはこう自分のバルブでこうバランス取ってくれるんで、一応根の張る部分を主にこう作っていけば、あとは株がこう下がってくるんでいいのかなと思っているところなんですね。こういうのを今年はたくさん作っていて、1年後2年後にちょっと自然な感じのバランスの着生ができればいいかなと思っておるところです。で秋につけたのがこんな感じ。これも今からですね、梅雨時期にかけて、芽が吹いて、で9月までこう伸びてくるからですね、その動きも面白いかなと思うんですよね。鉢植えにはないこうバランスが取ってくれるんじゃないかと思うんですよね。その代わりですね、水やりがちょっと忙しくなるかなと思います。乾いたら水をあげるようなパターンでやってください。それとしっかり今肥料をやることですね。はい、うちはロングトータル夏季いちごの100日タイプをやっていますんで、今やってちょうど7月ぐらいで切れるかなというところなんで、はい、肥料をやるとやらないでだいぶ違いますからね、そこは気をつけてください。こんな感じで一つパターンできました。これも新しい方法です。皆さんにまだ紹介してないやつちょっとやりますんで、1年後にはきれいになるかなと思っておりますんで、はい、今回は、細葉沖縄苔を使います。細葉沖縄苔ですね。この細葉沖縄苔を使って、高めをつけてこれで押さえて白縄で縛るという方法でいきますんで、将来的にはこの沖縄苔が白縄をカバーしてこう綺麗なグリーンを作ってくれる予定なんですよね。はい、それをちょっと作ってみたいと思いますんで、この細葉沖縄苔綺麗に仕上がっております。それをですねちょっと大きいんで半分に切ります。こんな感じで十分ですね。であとはですね、これをですねやはり新芽が出てるんで、新芽をこうちょっと傷めないようにやはり束ねます。少しまとめやすいバルブをね2、3センチぐらい2、3センチちょっと残しております。こういう形。バルブを押さえ込まないようにちょっとバランスを取りながら。はい、こんな感じで直接ですね板にですね置いて、この細葉沖縄苔を上に乗せてカバーしていきます。はい、ちょうどバルブの根元にくっつくような感じですね。こんな感じで、これ白縄で3ミリの白縄、それでですね、それで苔とアフィラムの高めを押さえ込んでいきます。まずは株元をしっかり押さえて、1回目回したところの上にかぶせてやるともう動きませんからね。でしっかり押さえながら、細葉沖縄苔もですね押さえながら、もうぺっちゃこになっていいですからね、白縄で、締めていきます。
白縄でこの上を締めていきますね。結構細葉沖縄ゴケはですね丈夫なんですよね。何回か苔玉で使ったことはあるんですけど、何年も生きていました。丈夫でした。乾いても白くなるだけでまた生き返ってきますからね。別名が白髪ゴケと言われて、乾燥すると白くなるけどちゃんと水をやっていればまたグリーンに戻りますからね。でこういう感じで表面を安定させます。で今少し細葉沖縄合計が外に出ているんですけど、これがですね全体的に将来覆ってきます。白縄をですね隠すぐらいに覆ってくるんで綺麗になると思います。グリーンがですねとアフィラミの方も根っこをですね乾燥から守ってくれるということもあって成長がいいと思いますんで、これで、巻いていきますね。もう後ろはもう真結びでいきます。真結びでいって、これで出てるとこを長い目で見たらですね、表もこう細葉沖縄ゴケで覆われて、裏にもですねちょっと細葉沖縄ゴケがですね白縄に沿ってこう伸びてくれるといいなと思っているところです。こういう感じですね。これが一つの仕上がりということです。このアフィラムはですね鉢物では流通しているけど、なかなかこれの加工品とかその装飾品とかなかったんで、今ですねこの流木漬けとか板漬けとかたくさん作っておりますんで、これが1年したらですね綺麗になってくると思いますんで、またそれも紹介できるかなと思っております。これはですね灰ゴケで巻いた作り方のやつなんですけど、今もうこれ秋に植えたんで新しいバルブができておりますんで、これから根が張ってくるからまた面白くなるかなというところですね。これがですね、アフィラムの高めのを1週間前ぐらいに植えたやつですね。同じように今から、新しいバルブがここから伸びてきますからね。1個花咲いてる去年の高めにこう花が1輪だけ咲いてますね。意外に高めに花がつくことありますからですね。こういう感じでこう高めの使い方、今日は2通りしたんですけれども、楽しめると思います。で1年後本当にこれから根が出てくるんで、根も出てくるし新しいバルブも伸びてくるから、本当に夏は観葉植物として楽しんでみてください。アフィラミの高めの板漬けと流木漬けでした。ありがとうございました。ありがとうございました。質問です。この時期につけた方がいいんですか？この時期がいいと思いますよ。高めがあるんであればですね。4月5月がいいってことですか？そうですね。デンドロビウムの成長期が今ですから、できれば4月5月中に早めに動かした方が根がしっかりしてきますね。例えば真夏とか、秋冬はつけるのはあんまりお勧めしない。特に秋以降は根が出ないんですよね。そうで植え替えしようというのは今が一番いいと思います。今から根が梅雨時期に向けてどんどん根が出てきますからね。今月いっぱいぐらいですか？そうですね。いやできるだけ5月中がいいと思いますよ。6月でも間に合わなくはないけど、根の張りは多分4月5月がいいかなと思っています。今どんどん根が出てきています。4月に植えたやつがですね、今新しい根がどんどん出てきておりますので、その根を見るのも楽しいかなと思っているところですね。1年後2年後がすごく楽しみになったような気がします。それを今ちょっと仕込んでいるところですね。寝る間も惜しんで作っています松田さんコメントです。これいつものともこさんです。いつもありがとうございます。宮崎のシーガイアの木に着生させているガーデンデンドロビウム、とても素晴らしいですね。もう綺麗ですよね。お花がたくさん開花して見応えありますね。まるで日本に自生して木に着生して咲いている石黒の大株のようです。そうですね。ガーデンデンドロビウムとても強いのですね。私は室内にはもうランを置くスペースがほぼなくなりました。
ならばベランダで育てられる石穀をと、はい、宝塚植木祭りでいろんな種類の石穀を10鉢大人買いしてしまいました。名前が難しくて覚えられません。はい、まだまだ小さな鉢ですので育てるのが楽しみです。はい、私もですね都会のベランダ向けに今作っているところなんですよ。本当に都会のベランダだったら鉢ごと凍ることはないと思いますんで、はい、それを狙って今板付けとか流木付けとか、はい、都会のベランダを狙って作っております。で、大株になってですねこう提供しようと思っておりますんで、1年に、2年3年作り込んでですね綺麗なやつをちょっと今作っている最中です。ぜひですね智子さんも、はい、ベランダに、はい、がたくさんあるんであればですねどんどんいろんな種類を作られていろんな色を楽しまれたらいいかなと思います。ガーデンデンドロビームはですねもともと日本の石穀と洋ランを組み合わせて掛け合わせて作った品種なんで結構寒さには強いと言われております。はい、ですからベランダでもう十分育つと思います。その代わりですね外が氷の時はちょっと気をつけた方がいいかなと思います。株ごと凍らせるとちょっとダメージがある場合がありますのでそこはちょっと気をつけてください。いつもありがとうございます。次はタッチさんです。はいはい。こんにちは。2月にマダムロイヤルをお迎えしました。ありがとうございます。ただいま満開です。よかった。とっても可愛いお花です。はいはい、偶然の動画からの出会いです。ありがとうございます。ジェンキンシー、ロディーゲシーも育ててみたい。はい、スノーフェスティバルも素敵です。綺麗ですね。販売再開楽しみにしてます。ありがとうございます。丈夫な株を育てて花をつけさせて紹介できるような形で今頑張っております。はい、できるだけ綺麗ですね皆さんが欲しがるようなものを作っていくのが一応目標にしておりますので頑張って綺麗なのを作っていきたいと思います。その時はよろしくお願いします。どうもありがとうございます。花が終わってからでもですね、いいっていう方であればですね紹介できますのでまた問い合わせていただければ対応できると思います。本当はですね花が終わった後新しいバルブが出てきて9月までほたっていくのがですねそこを見るのが普通楽しいんですよね。そこら辺も皆さんもそこら辺が共有できたらいいかなと思います。新しいバルブが伸びてくるのと根っこが伸びてくるのも楽しめますんで、はい、夏をぜひ観葉植物として考えてもらってですね、またクルカラ村の方でそこら辺の花の販売もしますんでぜひ問い合わせしてください。どうもありがとうございます。最後はいつものジャッキーさんです。ありがとうございます。今朝の動画です。はい、奉仕作業お疲れ様です。はい、高所作業お気をつけてくださいませ。はい、川南町の花園作り素敵な取り組みさすがよし工房苔田様。町がデンドロビウムで花いっぱいに満たされる松浦様の願い夢叶うのは確実素敵で素晴らしい取り組みを応援してます。頑張ってくださいね、ということです。もうベタ褒めです。ちょっと時間かかるのですみません。CI の見てですね、ああいうふうにしなくちゃいけないと思っているんですけど、時が10年かかって数年かがあそこかかっておりますんで、ですからちょっと時間かかるかもしれませんけど、継続してやっていきますんで、また身を守ってやってください。はい、私が生きてる限りやりますんでご期待してください。はい、花園作り、はい、継続します。ありがとうございます。これがですねネオルージュクリアとネオルージュっていうやつですね。前YouTube で紹介したんですけれども販売所のでも紹介しておりました。こんな綺麗な花が咲いてくれます。中国雲南省原産のヘルコグロッサムの掛け合わせですね。はい、いろんな種類が出ておりますけど、これがネオルージュクリア、ネオルージュっていう品種です。すごく可愛いですね。苔玉にした場合、新しいバルブも出てきて来年も楽しみです。結構丈夫ですね。今日はですね、アフィラムの高めの板付けと流木付けをしました。簡単にできますし、
で裸でもつきます。その代わり乾いたら水やるということが必要になりますんで、そこら辺は気をつけてください。今やっておけばですね、1年後2年後にはきれいになってくると思います。そこら辺もですね、うちの映像でどうなったかは紹介できると思いますんで、クルカメラのチャンネルをチェックしてですね、あの時つけたやつがどうなったかっていうのもですね、報告できると思いますんでチェックしてください。今日はですね、どうもありがとうございました。ありがとうございました。